バッドアナトミー、バッドハンズ。これで JK のパンツを、イエーイ。こんにちは、ロビンです。テルルだよ。プロンプトって性癖を英訳して書いていけばそれなりに形になるからいいけど、ネガティブプロンプトってなんて書くのが正解なんですか？難しい質問ですね。呪文の書き方に正解はないので明確に答えられる人はいないでしょう。ただネガティブプロンプトの入力の煩わしさは世界中の人が感じているようで、ネガティブエンベッドに頼っちゃってる人が多いようです。ネガティブエンベッド。エンベッドとは埋め込むという意味ですが、ステーブルディフュージョンでは学習ファイルの一つを指します。すごく簡単に言うと、今までは出してほしくない要素を AI に長々と口頭で指示していました。面倒だよね。そこでその指示自体をメモにまとめて AI に渡してしまいます。そして次からは長々と説明しなくともあのメモの通りにやってと指示すれば AI がメモ通りやってくれるというわけです。その AI に渡したメモがエンベッドだね。今回はネガティブプロンプト入力の煩わしさから解放されるネガティブエンベッドを導入してみましょう。早速導入してみよう。まず最初に代表的なネガティブエンベッドとしてイージーネガティブを導入してみましょう。簡単ネガティブ。ハギングフェイスにアクセスして検索窓でイージーネガティブと検索します。すると GSDF さんのイージーネガティブが出てくるのでクリック。この絵柄見たことある？実はこれ美少女モデルのカウンターフェイトの作者さんがカウンターフェイト用に作成した学習ファイルです。ファイルズから EG ネガティブセーフテンサーズをダウンロードします。ダウンロードしたファイルを WebUI のインストールフォルダ内のエンベッティングズに放り込みます。このようになれば OK です。そしたら WebUI を立ち上げます。すでに起動中の場合はブラウザ、プロンプとともに再起動してくださいね。使ってみよう。使い方はめちゃくちゃ簡単で、ネガティブプロンプト欄に EG ネガティブと書くだけです。そんだけ。冒頭の例えで言うと、すでに EG ネガティブというメモを渡してある状態なので、それを呼び出すだけで良いのです。実際に使って効果を比較してみるね。WebUI を立ち上げて例のごとくプロンプトにワンガールと打っておきます。品質に強調を入れてますが、この辺は好みで調整してください。ネガティブは空っぽのまま、これでジェネレートしてみます。かわいいけどちょっとボケボケだね。次に EG ネガティブを使用してみます。手打ちで EG ネガティブとタイピングしてもいいのですが、良い機会なので右上の機能を触ってみましょう。実はここのボタン気になってたんだよね。ジェネレートボタンの下にある花札みたいなボタンをクリックします。するとプロンプト欄の下にウィンドウが追加されます。これは学習機能で作成した学習済みファイルを呼び出すためのウィンドウです。そこのテキスチャルインベージョンタブに先ほどエンベッドフォルダに放り込んだ EG ネガティブが表示されているはずです。一旦ネガティブプロンプト欄をクリックして入力をアクティブにしてからこれをクリックします。すると EG ネガティブがプロンプト欄に追加されます。わざわざタイプしなくていいんだね。これでジェネレートすると全然違うじゃん。比較するとパリッとしましたね。ネガティブエンベッド恐るべし。さらに持って EG ネガティブ 1.5 倍にしてみます。かわいい。引き締まったのがわかると思います。画面の情報量が違うね。アップスケーラー挟んでいるのもありますが、ネガティブプロンプトに EG ネガティブと入力するだけでこれだけ変わるのです。長々とプロンプト打たなくていいんだね。せっかくなので美少女テンプレートとして保存してしまいます。ジェネレートボタンの下のフロッピーボタンをクリックします。するとこんな入力窓が出てくるので、好きな名前をつけて OK をクリックします。これで使用中のプロンプトが保存されます。続けて保存したプロンプトを呼び出す練習をしてみましょう。左から2番目のゴミ箱ボタンをクリックします。入力中のプロンプトを消去するか聞かれるので OK をクリックします。すると入力済みのプロンプトを全消去できます。ジェネレートボタンの下のスタイル欄をクリックするとプルダウンメニューになっているので保存したテンプレートをクリックします。そしたら茶色いバインダーボタンをクリックします。するとテンプレートがプロンプト欄にペーストされます。これで WebUI 立ち上げてすぐに生成準備ができるね。左端の矢印ボタンは最後に使用した設定を復元するボタンです。これら右上のボタン群はめちゃ便利なので覚えておくといいね。ネガティブエンベッドのお手軽さは分かったんだけど EG ネガティブ以外にはないんですか？他にもあるのでいくつか紹介しますね。バッドプロンプト1と2、ナーフガン3さんという方のもので昨年公開された少し古いエンベッドです。作者曰く 0.8 倍くらいの補正をかけて使うのがおすすめだそうです。バッドアーティスト、
ミクサーハッター59さんという方のもので、エニシング V3 系のモデルで訓練されたエンベッドだそうです。作者曰く、バイバッドアーティストの書き方で使うのが推奨だそうで、これはスケッチバイバッドアーティストで生成しています。ディープネガティブ。作者はハップマギさんという方で、比較的新しいエンベッドです。作者曰く奇形や構造の崩れを防止することに専念したエンベッドなようで、これ単体では画質の向上は望めないそうです。そのため品質呪文や他のエンベッドと組み合わせて使うと良いでしょう。なるほど。で、どれ使えばいいの？とりあえずイージーネガティブ1個あればいいかなって気がしますね。あえて加えるとするならばディープネガティブを強調しすぎない程度に添えるのがベターな気がしますね。ということでみんなも自分好みのエンベッドを探してみてね。今日はネガティブエンベッドの紹介とその使用方法でした。また来週。ちゃんと飯食えよ。